こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー0、チャンネル紹介をご紹介します。このチャンネルはトンボ玉、ガラス細工の作り方を中心に紹介しています。動画には基本的に番号があります。白色の番号は分線バーナーなどの小さなバーナーで作ったものです。黄色の番号はエアバーナーなどの大きなバーナーで作ったものです。赤色の番号は材料や道具などその他のことを紹介しています。初めてトンボ玉を作る方は赤色の番号から見ていただくと良いかと思います。学校の理科室にある分線バーナーを利用してトンボ玉やガラス細工が部活になるといいなと思っています。実際にトンボ玉の部活が存在する学校もあるようです。もしトンボ玉が部活になったときは、男子生徒、女子生徒、男の先生、女の先生といった感じで一緒に活動できるのが理想です。トンボ玉作りは女性のイメージが強く、男性は拒否する傾向がありがちですが、そんな時は、例えば動画ナンバー30のガラスのスプリングを作っているのだけど、うまくできないから〇〇くん挑戦してみて、〇〇先生挑戦してみて、といった感じで男性をバーナーの前まで連れてきてください。設備や道具のことは男性が得意な場合が多いです。デザインや仕立てなどは女性が得意な場合が多いです。この男女の力によって商品としてのトンボ玉が最短で作れるようになると思います。トンボ玉の上達についてですが、毎日やってもすぐにはうまくならないと思っていてください。毎日作っているのにいつまで経っても上達しない平行線が続きます。そして嫌になってやめてしまう人が多いです。逆に言えば、毎日少しでも上達を感じることができるなら、やめる人は少ないと思います。ダイエットに似ていると思います。体重も毎日毎日少しずつ減っていくなら、みんなダイエットに成功すると思います。毎日毎日体重が減っていくわけではないので、諦めて失敗します。ダイエットしていると、体重はある日突然減ります。こんな感じでトンボ玉もある日突然上手くなります。おかしな話に聞こえるかもしれませんが、昨日までできなかったことができるようになる日が来ます。その瞬間が来るまで続けてください。上達の仕方は徐々に上がっていくのではなく、平行線が続き、ある日突然一段上がる感じです。これを繰り返して上達していきます。このことを最初から理解しておくと良いと思います。最後にもう一度お伝えしておきます。白色の番号は分線バーナーなどの小さなバーナーで作ったものです。黄色の番号はエアバーナーなどの大きなバーナーで作ったものです。赤色の番号は材料や道具などその他のことを紹介しています。初めてトンボ玉を作る方は赤色の番号から見ていただくと良いかと思います。これで動画ナンバー0、チャンネル紹介を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。